島の名は日本語読みで文海州島。中国海南省の南東部に中国政府5つ星認定のリゾート島があります。この海の先には南砂諸島や西砂諸島があります。そこへは中国人しか行くことはできない上、そのツアー自体厳格な管理のもと開催されているそうです。僕たち外国人が中国本土から行ける限界の二次離島はここ文海州島までです。ここは中国思想がところどころに刻まれており、オタクノリで言うならば毛沢東さんと全力推し活聖地巡礼的なリゾート地です。なるほど、観光客のほとんどが中国人構成というのも理解できます。僕アイラはそれを知らずに文海州島へ行きました。この風景はベストシーズンに撮影できた文海州島です。この美しさは僕の中国での推し島になります。交通アクセスも便利ではないので、外国人にとっては秘境に近いレベルです。青く澄んだ海と親切な中国人たちが出迎えてくれた文海州島。しかし、その奥地には国際法や公式な世界地図の表記とは明らかに異なる、この中国の地図も出迎えるという出迎え二重奏でした。中国語で刻まれたこの南シナ海の地図。この画像は日本語訳表示です。これらは後ほど案内します。日本メディアがここへ来て撮影はほぼ無理なような場所です。物理的にというよりも法律などの面でも。そんなわけでアイラが調べた限り今回が初公開のようです。我々の想像の斜め上を行く文海州島。アイラはこれまで世界500以上の島を巡ってきた国際島漫画家です。今回はこの美しき中国思想の島をご紹介します。文海州島は無人島かつ離島です。アイラは海南島の海港にある国際空港から三亚という南部都市へ移動した後に日帰りでこの文海州島へ行きました。海南島の大きさは日本でいうと九州、台湾本島にやや近い面積をご想像いただければと思います。文海州島へは海南島側の港から高頻度でピストン運航されているアルミ合金製のカタマランに乗り、約15分間南シナ海の波を進む必要がありました。この船は中国広東省の主要な造船所で製造された全天候型の商用高速船です。耐久性と推進力に優れた国産商用船とのことです。まずはこの文海州島の地理的定義と公的に記録された歴史から整理していきましょう。文海州島の面積はわずか 0.45 平方キロメートル。日本でいうと徳島県にある竹ヶ島という有人島がほぼ同じ大きさです。文海、境界を分ける意味であるこの名称には明確な地理的根拠が含まれています。この小さな島を北緯18度線がちょうど貫いており、亜熱帯と熱帯の気候を分ける気候の分界線として機能しています。かつてこの地域に暮らしていた少数民族リー族の歴史において、ここは農業を行わない無人島であり、漁民が雲の動きから嵐を予知する天然の灯台だったそうです。しかし文海州島は1939年軍事的な境界線へと変貌します。1939年2月、大日本帝国海軍による海南島攻略作戦によって島全域が占領されました。当時の軍記記録には、この島が政策における防衛拠点および潜水艦の監視所という軍事要所として実践利用された明確な事実が残されています。戦後再び静かな無人島に戻っていた文海州島ですが、2002年から現在の形へとつながる凄まじい大開発が始まります。島への上陸、宿泊、マリンスポーツなどの営業と管理を一社独占的なシステムが敷かれました。2013年には島タイプのリゾートとして中国初の最高ランク国家5永久観光地の称号を政府から与えられた文海州島。このエリア一帯を統括しているのが運営企業のトップである林信氏です。会社の法定代表人である林信氏、海南文海州観光株式会社
の法定代理人である林信氏。彼の名前と役職は中国政府系最大手メディアにも明記されています。唯一海外からのアクセスで確認できた記事は次の内容でした。中国初の5永級の観光地であるここ海南文海州島は繁忙期である春節の大型連休に約10万人近い観光客を迎えたそうです。その際、全従業員が最前線で不眠不休の対応を余儀なくされました。これを受け、林信氏は従業員たちの親御さんに向けて貴重な団らんの時期にお子さんを仕事で拘束してしまい申し訳ありませんという趣旨の謝罪の手紙を送ったそうです。これが従業員とその家族を尊重する素晴らしい経営姿勢であるとして海南省観光継承地協会や国営メディアから高く称賛されました。彼は2つの企業の主要株主のようです。彼のプライベートについては SNS のアカウント特定をあいらはできていませんが、ご興味のある人はファン活動の一環などの名目で調べてみてください。文海州島にはマーメイド号というフィンランドから輸入された本格的な海底観光潜水艇が導入されていました。世界にたった8隻しかないその欧州製の高度な潜水艇技術を使い民間リゾートとしての地位を確立したのです。しかし2023年1月、その流れが完全に変わります。中国は自国で独自に開発建造した初の国産全潜水式大型観光潜水艇文海州島号全長 19.6 メートル48人乗りがこの島で正式に商業運航を開始したのです。欧州の技術に頼る時代を終え、自国の造船技術で歩みを始めた中国。この無人島リゾートは大成功を収めている中国の実例です。経営破綻した中国恒大集団による中国とマレーシアの人工島が世界的にも有名なゴフトタウンとメディアではありますが、こちらは典型的な成功例の島です。そして天然の島です。南シナ海の人工島は海外メディアが行けないので実態は不明のようです。こちらが毛沢東氏の言葉が刻まれた聖地巡礼エリアです。入り口は道教の言葉です。神仙の住む素晴らしい洞窟、別世界を意味します。そんな仙人たちの住むエリアと同化しているんですね。こちらは政治スローガンが多いエリアのようです。中国の法律もあるので、これ以上はアイラでは映しません。文海州島で直にご覧ください。宿泊施設は3つ営業していました。その一つがこちらです。展望や建物のデザインなど細部までこだわりを感じられました。中国のチャギーなどもそうですが、衣装のレベルが高く優秀なデザイナーが多くいますね。シンガポールでも大人気です。中国で日本企業のロゴや漫画の盗作などをする輩も報道されますが、どの国にも真面目で誠実な人とそうではない人はいます。日本もそうです。文海州島の観光と自然について、2000年代初頭の本格的な開発前、この海域のサンゴ礁や海底生態系は地元漁民による破壊的な漁法、例えば爆破漁や毒物を使った漁や無計画な乱獲により深刻なダメージを受けていたそうです。2004年以降、文海州島の観光エリア管理当局は中国本土の海洋漁業研究者と提携し、サンゴの保護、人工増殖移植プロジェクトを開始したそうです。深刻な破壊、およそ数%から 10% 未満しかなかったものが今では約 34% までサンゴ礁が回復したというのが近年の調査結果にあるそうです。ダイビングエリアのサンゴ肥度は低水準だったのが 40% を超えたそうで、人工的な修復が行われた観光海域としては極めて高い回復率を示していると思われます。海底には飛行機や石像などがあるそうで、ダイビングがお好きな人はどうぞ。ここには中国本土やシンガポール、マレーシアでも人気の飲食店があります。例えばラッキンコーヒーです。僕は普段シンガポールに住んでいます。毎月何度かラッキンコーヒーに行ってます。スタバより価格は安く、
健康志向女性のマーケティングをしている人気企業です。パンダンリーフは東南アジアでおなじみです。緑色の色素と香りを楽しむものです。ここでパンダンリーフのソフトクリームをアイラは食べました。シンガポールよりもボリュームがあり、なおかつ安かったです。中国旅行はアイラ的には韓国よりも物価や宿泊費用が割安なので、円安の日本ではお得感のある国です。中国は清掃がとても丁寧なエリアが多いです。ゴミを捨てる人がシンガポールよりも少ない印象ですね。めったに路上でゴミは見かけません。アイラは呼吸器系が弱いのですが、ここでは黄砂の影響もなかったのか大丈夫でした。ここは島内バスに有料で乗車できます。アイラはそれに乗車しました。バス停は乗車券売り場を含めて5つあります。すべてで下車しました。注意点があります。4番目のバス停以降は乗車券が回収されるのでループはできません。バスは一方通行です。すべてのバス停でも飲食店がありますが、アイラが行った時は4番目のバス停の飲食店は営業していませんでした。1番目が最も飲食店が揃っています。こちらの石碑について、このデザインはここ文海州島にしかないもののようです。中国以外の国では南シナ海の実効支配地図と呼ぶであろう地図です。一般的な世界地図において、南シナ海の領有権はフィリピンやベトナムをはじめとする周辺諸国が激しく対立している国際紛争地域として扱われます。しかし、この島に掲げられているこの地図には、西砂諸島や南砂諸島といったすべての島々や省が海南省の管轄下にある完全な自国領土として描かれています。これは中国が国を挙げて展開する歴史的権利の主張に基づいています。中国政府は自国の領民が古くから南シナ海を航海する際に使用していた伝統的な指針書、航路簿を主権の法的根拠としています。この思想を一般に広く視覚化、教育するための公式モニュメントとして、海南省の主要港などには銅像海と呼ばれる巨大なテーマレリーフが設置されています。そこにはフィリピン周辺の伝統的古い地名や当時の漁民族称も刻まれています。ここ文海州島というリゾートに堂々と配置されたこの石碑地図も、それらと同じ法的、思想的役割を果たしているようです。文海州島が最先端の国際潜水艇を要するエンターテインメント空間であると認識させると同時に、南シナ海の全域もこのリゾートと同じように当然の自国領土だよという思想を日常の景色を通じて自然に刷り込めていくという空間づくりの場所でした。美しい南国の楽園、その実態は官民一体のシステムでした。公式な世界地図の表記にかかわらず主権を示す石碑が立っている。これが島に実在する実態でした。地政学的戦略を合致させた文海州島の構造は極めて得意な事例であると言えそうですが、ベトナムやマレーシア、フィリピンでは外国人も南シナ海の島に行けます。台湾の場合は昔海外メディアを招待したことがありましたが、最近はありませんし、台湾の一般人でも行けない特殊エリアです。ブルネイはそういうのは何もないです。それらの料金相場は数十万円台あたりでしたが、イラン戦争の影響でどこもさらに値上がり傾向に思えます。この島に刻まれた地図と歴史を見てどう考えるかは国によって異なるところと思われます。この島は映像で見るよりも行くとさらに雰囲気いいなと体感しやすい特殊な島です。中国思想ガン推しの島ですが、スタッフの皆さんがクイズを出してくるとかはなかったです。中国思想がわからない人でも困ることはなさそうですが、次回は宿泊してみたいと思います。